はい。今回は、これ、ドレルシリーズですね。レトロスタイル。これをやっています。これは、デカールかな。説明書。明治写真ですかね。面白いカラーですよ。これは、あれか、別のキットだ。うん。小さなこのアクセサリー。全部揃ってそうですね。24年の夏の、ワンフェスだったんで、ちょっとね、だいぶ経ってから開封したんで、ここに不良がありましたらって書いてありますけど、ちょっと早めにチェックすべきでしたね。良かったです。全部揃って。ちょっとバリというか、ゲートアートもありますね。レジン特有です。名レジン。ちょっと顔見てみましょうか。可愛らしい設計です。これ、まぶたの上のところにゲートらしきものがあるんですが、まつげにも見える。ちょっと曲がってるのかな。まあ、修正していかなきゃですね。で、ここに入ると。あ、なるほど。首が動きますね。イングラインの処理を。続いて顔の部分いきます。顔部分は一回組んだ状態でですね、様子見ていこうと思います。コンビニでもらったマドラーです。先端にヤスリをつけてね、細かいところのヤスリをやって、仮組みが終わりました。こういう感じですね。結構いろいろアクセサリーがついてて、なかなか満載というか、いろんな要素があって面白そうなフィギュアですね。やっぱりこのね、まつげをちょっと削り落としていこうと思います。
こんな感じですね。削り落としました。まつげ切り落として、顎下もちょっと補修入れました。隙間空いてたの。これで洗浄にできます。ヤスリをすべてにかけて、洗浄もしてきました。クレンザーと、あと、中性洗剤ですね。使って磨いた、洗ってきた感じです。こんな感じで、コンビニのコーヒーのマドラーですね。木製のマドラーの先に、4000番、6000番、それから8000番、1万番をつけて、これで磨いていったという感じです。結構ね、このマドラーが使いやすいです。で、磨き終わった後に最後、ヤスリスティックのフィニッシュ用と呼ばれるタイプですね。こっち面で磨いて、最後こっちフィニッシュの白い方で磨くと、かなりね、ツヤが出ると。コンパウンドで磨いたようなね、ツヤが出ますので、ね、靴は結構時間かかりました。磨く。サーフェイサーじゃねえ、なんだっけ、プライマーですね。塗料がね、乗るように、このタイプね、のプライマーを塗っていきます。ホームセンターで買ったやつですけどね。プラスチック用の、密着スプレー。密着ロンなんかと同じようなタイプのものです。プライマーが乾いたところですね。前にも紹介したコピックの 0.02 ですね。これを使って、まずアイペイントをね、やっていきたいと思います。目の中心位置を定めます。こんなとこですかね。例のごとく紙筆でやっていきます。こんな感じですね。ちょっと乾燥させないと周り拭き取るのもね大変なんで、少しこれで乾燥です。この紙筆なんですけれども、ここにね、ちょっと見えるかどうかですけど、ここか。毛先が曲がってもお湯である程度元に戻せるって書いてあるんですね。お茶飲もうと思ってちょっとお湯沸かしたんで、これでちょっと毛先整えて。比較的まっすぐになったかもしれないですね。ちょっと癖が出てたんですけど、ちょっとこれで乾燥させます。はい。じゃあこれをね、また周りを拭き取って、エナメルでラインを描いていきます。こんなとこですかね。で、これ綿棒のこの先端のね、ふわふわが取れちゃった棒の残骸ですけど、先端を、こういう風にね、ハサミでカットしてます。この先にね、薄め液を浸して、これでアウトラインをね、また成形していくという形にします。どうでしょう。ちょっと右目が下に寄ってるかもしれないですね。右目を少し上に上げましょうか。こんな感じですかね。
まあ、下書きなんでね。で、これで、まあ、ちょっとこういう風な感じ。ハスに構えた感じでのスタイルで作っていきます。まあ、クリアを吹いてね、フィックスさせて乾燥までさせました。これにさらにね、目の、まあ、さっき二次彩って言ってましたけど、交彩っていうんですね。交彩をやっていこうと思います。悪くないですね。あ、おっと、怒った。へい、怒った。へいへい。クリア乾燥したんで、今度はグレーの交彩ですね。やっていきます。はい。目をかけ終わってクリアを吹きました。まあ、交彩をね、ちょっとムラ感を出した感じですね。で、クリアがね、結構厚手に吹いたので、まあ、磨きを入れる予定ですけど、これが乾くまでの間に、まあ、服の方の塗装をちょっとやっちゃおうかなと。こういう状態ですね。はい。まあ、使う色はこの5番のブルーですね。それからベースにホワイトを塗ります。で、まあ、スカートだけね、薄い水色のグラデーション、まあ、下から上に向かってかけていくと。ね、こんなに、まあ、ほんのりって感じですね。青を入れました。はい、次はマスキングをしていきますが、まずはね、ここのなんつうんだろう、胸元のラインですね。これが白が残ってますので、この縁をね、マスキングで作っていきます。水玉のマスキングもね、していかないといけませんので、これのクリアコートがまあ乾燥して硬くなりましたので、ちょっと磨きを入れていきます。こんなところにしておきましょう。粗め、そうめ、セットしてみます。まあ、こういった感じですね。今度はひたすらこれを、ね、このサイズのから、まあ、どんどん小さくなっていくような感じですけど、マスクをやっていくという形にします。はい。スカートのマスクが終わったんでね。これを塗装していきます。これだな。まあ、色源ってタイプのシアンですね。これを入れると多分、青みがもうちょっと強くなるんじゃないかな。じゃあこれで塗装をしていきます。はい、塗装して乾燥が終わりました。マスクをね、剥がしていきます。まあ、それぞれね、まあ、綺麗な水色で塗れました。
こんな感じです。こっちも行きます。こういう感じになりました。目の調整をしていきます。こんな感じですね。縁をちょっと強化してます。はい。肌の下地作りやっていきます。このクレヨスの赤、缶スプレーでね、作っていきます。叩いてですね、ムラ感を作っていきます。はい。補正した後にクリアを拭いて、さらに磨きを入れました。研ぎ出ししたって感じですね。こういう形になってですね。これはいいんですが、やっぱ顎下のラインがやっぱ目立つんですよね。ちょっと髪もつけてみる。髪の毛はね、ちょっと下地でも茶色を塗りました。ベースカラーですけどね。ここからもう少しグラデーション入れたりしていきますが。下から青うことも少ないと思いますけど、目立ちますがね。ウェーブのね、瞬間接着剤ですね。で、これで硬化スプレーで固めちゃいます。匂いがきつい。はい。じゃあ、血管の方の書き込みやっていきます。エナメルの青ですね。と紫なんかを使って書き込んでいきます。実際の血管は見ながら書いてやるのが一番リアルになりますよね。人体図というかね、そういったものを、人体の血管図か、そういったものを最近はネットで見れたりしますので、今ちょっと別スマホでね、人体の血管図みたいなのを出しています。大きい動脈がこの辺、内股の、鼠径部走って足を回って下に降りていくような感じ。でそこから枝が出て膝上とか膝下に入っていくような感じで書くと、実際の血管っぽい感じになると思います。こんな感じですね。あんまりやりすぎてもね、ちょっと黒いですから。ちょっと太くなったところありますけど、こんな感じですかね。これはまた綿棒を使って、誤差とかね、細さを調整していきますので、足なんかと違ってそんなに密度高くなくても上半身はいいかな。むしろ腕周りが比較的目立つかなと思いますね。こんなもんでいいでしょう。
だいたいこれで塗装すればいけると思います。でその前に目玉がね、保護していかないといけませんので、このマスクゾルでマスクしときます。で、だいたいこの首の下から血管始まってきて、頬の下の辺を抜けてですね、上に広がっていくっていうパターンですね。額側は眉間を中心に上に登って枝分かれしていくようなのがパターンが多いですね。パターンっていうか、実際そうなってるんですけど。こんなもんでいいでしょう。これを全部薄くしていきます。こんな感じですね。かなり細く、部分的にね、薄くっていう処置をしました。濃淡も出てきてね、全体的にそれっぽい感じになったと思います。同じことを全部にしていきます。はい。だいたい終わりましたので、こんな感じですね。さっきこれ見せたか。うっすらとね、させて、濃すぎるとかはうっすらとさせて、線自体は細く修正していくという形にしました。こんな感じ。顔はかなり血管を薄くしましたね。これだけでも結構ムラ感があるんで、ここからフレッシュを塗っていくんですが、どうだろうな。状況に応じてね、ちょっと調整等々加えていく予定でいます。じゃあちょっとフレッシュを塗ってきます。塗装の色は、こっちのね、キャラクターフレッシュ1を1に対して、これを 0.5 って感じ。だから2対1ぐらいですね。で、それに、白を、1までいかないですけど、同じ分量ぐらい入れる感じでいきます。はい。塗り終わってだいたい乾いたので、こんなカラーですね。結構いい肌色になったかなっていう感じですね。ちょっと赤いところが残ってるんで、少し追加でこれは吹いた方がいいかな。今ちょっと吹いたんで、赤いのが消えましたけど。で、これが足ですね。これももう一周ぐらい吹こうかな。カラーは結構いい感じですけど、こっちもこんな感じです。微妙だな。少しだけ吹く感じですかね。で、これは手はちょっと後でつなげてもう一回ね、カラーのコントロールする予定です。で、顔ですね。顔もいいいいカラーになったと思います。で、もう一回ね、薄めの明るい色で塗るんですが、ちょっとその前に化粧をします。H セット、フィギュア用というタイプのものです。でこの辺で、頬紅をね、入れたりとか、カラーを整えます、表情に。はい。これで、薄い、さっき作ったカラーなんですけど、これにもう少し、さっき作った色ですね、肌を塗った時に、これに白を混ぜて、もうちょっと薄い色ですね、を作って、これで
うっすらと、さらにね、白っぽい肌色をかぶせていくという感じでいきます。顔を乾かしてる間に、ちょっとベースカラー、結構茶色で、色をつけた髪の毛ですね。少しもうちょっと黄色っぽい色を上にかぶせていこうかなと思います。もうちょっと白入れちゃいましょう。塗装が終わりまして、こういうね、ちょっと吹いた後に落とすっていうことで、ツートーンにしてあります。で、影部分にもう少しね、暗い色を入れていこうかと思いますので、この、ね、緑と黒使ってエナメルで、溝のとこに暗いとこ吹いていくと。で、拭き取ってね、ちょっと、凹凸をはっきりとさせようかなと思います。こんな感じですね。これを拭き取って、色味の、違いをね、よりグラデーションというか、カラーの違いを表現できればなと思ってます。ちょっと乾かします。だいたい乾いたので、このね、エナメルシンナーの方で、色を落としていきたいと思います。だいたいこんなとこですね。乾いたらクリアをそうしてまたそうフィックスさせていく感じですね。これで立体感が結構出てきたかなと思います。ちょっと仮ですけど組んでみました。髪の感じも悪くないと思います。じゃあ体ですね。で、ここに差し込んで顔の向きを変えられる、ディスプレイするときにね、顔の向きを変えられるような感じにしたいので、基本接着でね、全部処理しようとは思ってたんですが、これ、やっぱりね、顔の向きを変えられた方がいいので、ここに、この丸型の磁石をね、仕込もうと思います。取り出しまして、ちょっと測ります。計測するに3.6、2段で 3.6 ミリですね。中心はもうちょっとこっちか。
はい。いいでしょう。1ミリのアルミ棒です。こういった形ですね。ちょっと長めに作り直しました。刺さってますね。対衝撃できます。たった1年で AI はい、十分時間経過がしたので剥がしてみます。動画生成 AI を独自に開発。いいですね。ハリウッド映画のような質の高い映像を低予算で作れるように。首が回ってしかもしっかり、ね、逆さにしても落ちません。磁石でね、ネオジム磁石使ってるのでしっかりくっついてくれてます。あとはこっち側ですね、軸を打って、真ん中にね穴が開いてるタイプの、ネオジムを仕込んで固定化したわけですけど、涙が出ていないなど課題はある。これをねしっかり固定してあげれば終了ですね。アップデートを重ね大げさ。普段の買い物で驚くほどたまるペイトク。ここからは気象情報。はい、結構チャレンジングな感じなんですけど、この腕時計ですね、この塗装に入る前に文字盤をねなんとかこの中に埋め込みたいなと思ってます。お湯丸を使っていこうと。はい、結構待ったんでいけるかなと思います。マスクして先端、ね、時計の先端だけをサーフェイサーで拭きました。はい。フォトショップで作った腕時計の文字盤です。直径3ミリで何パターンか作ったものをね、印刷してきました。で、これは普通の印刷用紙じゃなくて、いわゆる写真印刷ですね、をしてきたものです。で、いけるかどうかちょっと微妙だったんですけど、1200dpi っていうね、解像度で乗ってったんですが、印刷できました。これ拡大していくとね、かなり目が、表現が細かいと。もっと拡大。これが限界かな。ちょっとデジタルズームをしてみますけど、文字盤がこれぐらいね、出てきちゃうわけです。もちろん、写真印刷なんで、この台紙がね、かなり分厚いんですけど、これをね、台紙を表面だけ残して、後ろ側のね、紙が溶かせれば、意外と使えるんではないかという読みです。うまくいくか。こんな感じですね。もう早速剥がれましたけど。
とビニール的な感じがありますね。紙とビニールが。これ、もう剥がれてきてるんじゃない？あ、いけるか、すぐ。ちょっと剥がしてみますか、一個。もうちょっとつけてみますけれども、かなり薄くなりました。ペラペラです。残りのになっちゃうわ。これも簡単に剥がれます。こすって傷つけたのが良かったのか。すぐ台紙が剥がれますよ。うん。はい。30分ぐらいつけ置きしました。ちょっとね、まあ多分これ以上は、裏の下地というか、ね、めくれないと思うんで、これで一回、もう無理だな。これが多分、最終の部分だとは思うんですけど、まあ、革ポンチ、3ミリのポンチを使います。はい、これ、プラ板、いくつだろう ?0.5 の厚みのね、3ミリで穴を開けて、まあ、ここにこういう風な感じで切り出しました。まあ、これをね、ベースにするつもりです。まあ、接着は普通のね、糊を使ってやっていきます。で、ここにレジンを乗せていきます。100均のレジンですね。これを使っていきます。まあ、レジンは温めるとね、少し柔らかくなるので、ライターでちょっと炙ります。うん。だいぶいいですね。とろっとしました。うん。こんな感じですね。はい。まあ15分以上やったんでね、これで終了します。こんな感じです。どれを使おうかなって感じですけど。右利きで見るとこの黒かこの白あたりがね、時計っぽい。これもまあ悪くないですけど、まあ、黒か白かって感じですね。アクリルガッシュで、靴ですね。そう、一部やっていこうと思います。まあ、組み合わせでね、やるつもりですけど。
まあ模様を入れたいので、これをね、まあ筆でちょっとやっていこうかなというところです。適量混ぜてって書いてますけど、まあちょっと混ぜればいいかな。気持ち、まあ2、3滴今垂らしましたけど。靴を部分塗装しました。ダイヤモンドシルバーっていうね、服と、まあ、ホワイトで、まあ、ラメというかね、テカった感じの、一番近いのはね、ホタテの貝殻の裏側みたいな感じになります。貝のね。まあこういう感じですね。ちょっとレースっぽい雰囲気で、まあホワイトパール、シルバーパールって言うんだっけ。ダイヤモンドシルバーですね。を拭いて、ラメ感を加えてるような感じですね。パンツは白で塗装しました。それから、これバックですね。バックはツートーンで塗ってて、まあこれから模様的なものをね、描いていこうと思います。感じですね。パッケージと同じような塗装法です。アクセサリー関係は、まあ、ゴールドで塗装しています。ベレー帽はね、まあ、白パール、ダイヤモンドパールベースですけども、鼻の部分を塗り分けます。の、もう一つである、この真珠のネックレスっていうのかな。もう、ダイヤモンドパールで塗ってます。このゴールドの、ね、首掛けのアクセサリーも、これは首掛けのアクセサリーもゴールドで塗装してます。靴底をちょっと塗り分けました。こういった感じですね。靴の裏を革張りにしているようなイメージです。こうか。こんな感じ。こんな感じですね。タミヤのペイントマーカーを使っていきます。ここを落としていきます。
こっちも、まあちょっと白ベースでね、宝石部分を塗装していきます。ラッカーの上にラッカーでね、塗装をしていきます。まあ、失敗したらやり直しですけど、やっていきます。うん、だいたいいいでしょう、これでね。こんな感じですね。ここに、まあ、宝石のカラーを乗せていこうと思います。まあ、これにちょっとね、ブランドバッグっぽいような模様を入れていきたいなと思います。はい。顔の方マスク剥がして書き込みやっていきたいと思います。こんな感じですね。ステッドラ使おうか、ステッドラ。ステッドラの色鉛筆ですね。この辺の朱色的な赤を使おうかな。ちょっと濃いかな。こんな感じ。ほんのりまぶたに色をのせた感じですね。まあ、元がいいのでね、なんか可愛らしくなりますね。ちょっとライン入れるだけで。次は口紅をちょっと入れていきます。ステッドラはもうほんと完全水彩なので、失敗したらね、水で落とせばすぐ落ちますので、結構この表情の取る塗装の時に重宝してます。こんな感じ？うん。こんな感じですね。眉毛いきます。だいたいいいかな。こんな表情ですね。はい。このネックレスですね。金のネックレス。宝石の部分、白塗りしましたけど、ここに、クリアカラーね、を乗せていきます。こんなとこで、乾燥させていきます。結構艶やかな感じですね。帽子に取り付けるリボンですね。これのお花を塗っていこうと思います。
れてる。うるせえかな。こんな感じとかね。これでいってみるか。これでいってみます。これでいいでしょう。水性のクリアを拭いていこうかなと思います。フィックスさせる。まあ水性クリアこっちはね、多分にじまないと思います。これで乾かしていこうかと思います。腕時計はゴールドですね。文字盤を選んでいこうと思うんですけど、まあ一番磨いたってのもあるんだけど、黒の文字盤でね、いこうと思います。まあこんな感じ。まあゴールドのね、文字盤、ゴールドの時計に対して黒の文字盤でちょっとラグジュアリーなイメージですね。マスクを剥がし終わりました、目玉。ツヤがね、戻りました。つけやすくするために、まぶたにマスクを重ねます。100均の華やかつけまつげ。まあ、まぶたの部分のね、マスクはかなり厚めに持っています。まつげの処理がだいたい終わったので、マスクを剥がしていきます。まあいいでしょう。最後の仕上げで唇をね、濡れた感じに仕上げていこうと思います。まあこの UV カットのクリアですね。
これを唇にちょっと薄塗りします。はい、これにて終了。組み立てに行きます。パーツの組み立てに移っていきたいと思います。足とショーツを接続していきます。瞬間接着剤パテですね。作っていきます。ちょっと入れた方がいい。そうだ、これもね、使っていきます。沈着硬化スプレーですね。でちょっと取り忘れてるんですけど、これね、軸打ちもしてありますもん。軸打ちしてね、しっかり固定させて接着するっていう形で、という形です。比較的ね、このオスメスの形状が大きいので、がっしりははまるんですけど、念のためというかね、崩れを防ぐために軸も追加していってます。こんな感じですね。これで接着していきます。こんな感じですね。あとはピアスとかね、靴の装飾物。こんな感じになりました。後でちゃんと乗りますけどね。足はね、結局、軸打ちして留め付けてます。このダイヤのね、台の、宝石の台の方にアルミの棒を、差し込んでるだけですけどね。足の靴の中、靴にも穴を開けて留め付けてると。接着はしてないです。こんな感じですね。ちょっときちっと撮影します。